こんにちは、ミッキーです。今回は2025年秋最新レポート立川カフェ&グルメ6選です。秋の訪れとともに立川の街が新しい表情を見せています。再開発が進む駅周辺では個性豊かなカフェやレストランが続々と誕生。この街ならではの活気と穏やかな時間が共存する空気に包まれています。中でも今回ご紹介する6軒のうち後半の店舗はこの夏登場した立ち日の注目施設コモンズ立川立ち日からオープンから間もなく穴場的に使える注目店が多くありますので、近くのララポート立川立ち日と合わせて楽しみ方を模索してみてほしいです。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。Sometimes you gotta pray for a victory. まずはじめにご紹介しますのはクリムトコーヒー。以前にもご紹介してるんですけども、リニューアルオープンから3年の時が経ち、モーニングのメニューも充実してきましたので改めてご紹介します。こちらの店舗は1975年4月、創業者が立川がヨーロッパの街のように文化の発信地になってほしいという願いを込めて、画家グスタフ・クリムトの名を冠してコーヒーショップクリムトとしてオープン。その後クリムトとして長く愛され、2022年には店舗をリニューアル。ご覧のようなスタイリッシュな雰囲気に生まれ変わっています。個人的にも立川の中で結構好きな店舗でございまして、ちょっとした作業の時とかに使わせていただいています。またコーヒーもとても美味しいので、テイクアウトをして街歩きをするのにもおすすめです。店頭は焼き菓子が並ぶショーケースが印象的な空間。店内はご覧のような細長い設計で各席がゆったりと配置。一人でも落ち着いて過ごせる心地よさがあります。メニューは豊富なコーヒー、ケーキのラインナップが魅力。コーヒー豆は代官山のカフェパソン監修のクリムトブレンド。もう一つはイタリアの老舗ブランドミシェラドーロのグランドアロマから選ぶことができます。前者のクリムトブレンドは日本でブレンドされたスペシャリティコーヒーでナチュラル製法の豆を使用。本格的な味わい、そしてクリアな風味が特徴です。またイタリアの老舗ブランドミシェラドーロのグランドアロマは本物のエスプレッソを味わってほしいという思いでバリスタさんが一杯ずつ丁寧に入れてくれています。またご覧のようなスイーツやトーストにもこだわりが。姉妹店でありますエミリー・フローゲのシェフパティシエさんが手掛けたフランス菓子やパンが並びます。これからの季節だとあまりいただいたことはないかもしれないんですけれども、ジェラートの提供もあります。また手ごねで仕込むスコーンや週替わりの自家製トースト、ピザ、アルザス、マヨコーン、ツナも人気とのことです。そんな数々のメニューからこの日はカフェラテベーシックのレギュラーサイズ、そして朝11時までのモーニングの時間帯に提供いただけます厚切りトーストを注文。単品でも200円でいただけるお値打ちな厚切りトースト。セットにすることで50円引きとしていただくこともできます。そしてペアリングとしていただきましたのはカフェラテベーシックのレギュラーサイズ。この日はトーストとのペアリングを考えてミシェラドーロの豆でいただいています。厚切りトーストは小ぶりながらふんわりとして満足感の高い一品。立川での朝食のラインナップとしてリピートしたくなるような一品になっていました。またカフェラテに関しましては果実のような甘みと酸味を持つ豆がミルクと調和しまして、優しくまろやかな味わい。口に含むと香ばしい香りが広がってきました。今回は通常の厚切りトーストいただいたんですけれども、次回は本日のトーストにも挑戦したいと思えるようなそんな店舗になっていました。本日のトーストに関しましては週替わりにもなっていますので、1回試した場合にも2回3回と訪れたくなるような工夫もされています。続いてご紹介しますのは100ベーカリー立川南口店です。実はこちらの店舗過去にもご紹介してるんですけども、今回は秋の注目コラボがありましたのでご紹介していきます。そもそも100ベーカリーについて知らない方もいるかと思いますので、まず軽くご紹介していきます。世界初の水分量を誇る高加水の食パンが名物のベーカリー。とろける生食パンで知られる大人気ベーカリーブランドです。毎日食べたくなるような100点満点のパンをコンセプトに挙げて、小麦の香りや口どけ、焼きたての質感にとことんこだわった一品一品が並びます。池袋や日吉をはじめとする関東のほか、愛知県や静岡県、福島県にも展開している人気店です。
そんな100ベーカリーなんですけども、今回は和栗専門店クリリンとの初コラボ店を期間限定でオープンしています。もちろんその他にもたくさんのメニューがラインナップされていますので、ぜひこの秋の過ごしやすい季節にテイクアウトをして、それこそ昭和記念公園等でもいただいてほしいような、そんなお店になっています。メニューに関しましても、お惣菜系のパンからスイーツ系のパンまで幅広くラインナップしていますので、軽めのランチにもおすすめですし、もちろんおやつにもおすすめです。さて、ここからは今回のコラボのご紹介。今回コラボすることになりましたのは、名古屋にある和栗専門店クリリン。まずはこちら、和栗のフレンチトーストを作っていく様子をお届けします。使用する栗は熊本県産熊の栗と高知県産四万十栗をブレンド。香りや甘さ加減、舌触りを徹底的に研究した他にはないモンブランです。名古屋では連日行列ができるほどの人気店。そんなお店が今回初コラボとして100ベーカリーとコラボしています。さて、まずはこちらの和栗のフレンチトースト。100ベーカリー自慢の生食パンを贅沢に使った秋限定のフレンチトーストです。そしてもう一つがこちら、贅沢なパッケージに包まれた栗千本。見た目にも圧巻のモンブランスイーツです。栗千本という名前の通り、金のように滑らかなマロンクリームが幾重にも重ねられ、その中には大福が書かれています。一口食べると和栗の芳醇な香りがふわっと広がるような食感です。さて、購入した後はオリジナルの紙袋にてテイクアウト。持ち運びにも便利です。さて、こちらが先ほどご紹介した栗千本。クリームの滑らかさと大福のもちっとした食感が一体になってとろけるようです。まさに栗を味わうためのモンブランと呼ぶにふさわしい一品。ぜひこの機会にお試しください。もう一つご紹介しておきたいのは100ベーカリーさんの生ドーナツ。こちらは6個セットでいただいた時の様子になっています。この生ドーナツはトリュフドーナツと言います、鳥取県や鹿児島県で連日行列ができるほどの人気ドーナツ店とのコラボ。ふわふわトロトロの一口食べると癖になる絶品生ドーナツを購入することができます。提供されている種類は全部で7種類。プレーン、ホイップ、カスタード、加えてトリュフプレーンというものだったりとか、チョコレート、ストロベリー、抹茶など様々な種類があります。購入としましては単品でもいただくことができますので、ぜひ気になるものから注文していただければと思います。ベーカリーということで、パンがもちろん注目ですけれども、こういったドーナツのメニューだったりとか、今回ご紹介したような秋限定のコラボレーションもありますので、今後もますます楽しみなそんな店舗になっていました。続いては、これまでにもたくさんご紹介してきていますグリーンスプリングスという巨大施設から2025年7月にオープンしたばかりのバンザイアロハグリル&カフェです。このお店は7月に誕生しました立ち火プレイスというところの中にありますお店。グリーンスプリングスの2階に新しく誕生したフードホール立ち火プレイスの様子も添えながらお届けしていきます。まるで都会の中のリゾート。吹き抜けの開放感と風の抜けるようなテラス構成。昼は青空の下でランチを、夜はライトアップの中で一杯を。そんなシーンが自然に似合う場所です。そんな立ち火プレイスには個性豊かな飲食店が8店舗。それぞれが気軽にでも少し特別にというテーマをもとに集まっています。その中でもひときわ南国の空気をまとっていますのが今回ご紹介しますバンザイアロハグリル&カフェです。店に入りますとまず香ってきますのは鉄板で焼かれますガーリックとオイルの香ばしい香り。左手にはオープンキッチン。グリルの上でエビが弾ける音がリズムのように響きます。右手にはウッドテーブルと多彩なチェアがゆったりと並びまして、壁際からはグリーンあふれる自然の中に溶け込むような空間が広がっています。そんなハワイのカジュアルさと立川らしい落ち着きが同居した空間です。インテリアの素材は木と鉄とガラス、素朴さと洗練のちょうど中間。スポットライトが天井の木目を優しく照らしながら、ガラス越しには夕暮れの光が差し込んできます。時間によって店内の依頼も少しずつ変わっていく、その自然なグラデーションもこのお店の魅力です。料理はハワイアン系のメニューを中心に構成。カジュアルでありながらしっかりと素材の味を楽しめるようなそんなメニューがありました。そして店の魅力は料理だけではありません。ラタン風の椅子、マットな照明、ハワイらしさを思わせるような床の質感、すべてが日常の延長にある非日常として設計されています。昼は自然光に包まれながら、夜はグリルの炎が照らす穏やかなバーとして機能。時間とともにまるでお店そのものが呼吸しているようです。さて、そんなお店で今回はベリークルーザーというドリンクとガーリックシュリンププレートをいただいています。どちらもハワイの風を感じるような一杯になっていました。
メインのガーリックシュリンププレートに関しましては、熱した鉄板の上でプリプリのエビが焼かれまして、香ばしいガーリックとオイルが絡み合うような一皿。殻ごと味わうシュリンプは外はカリッと中はジューシー、一口ごとに海の香りと旨みがあふれ出します。もう一つはベリークルーザというドリンク。グラスの中にはミックスベリーのピューレと細やかな氷、赤と紫のグラデーションが南国のサンセットを思わせます。一口飲むことでベリーの甘みとほのかな酸味が口いっぱいに広がりまして、添えられたミントの香りがふわりと抜けていくような味わい。アルコール入りでもいただくことができますし、アルコールなしでもいただくことができます。そんな軽やかなリゾートドリンク、全部で3種類用意されていますので、他の味が気になる方はそちらを注文していただくのもいいかもしれません。ぜひ立川の空間でハワイアンを感じてほしいです。この地域行ってみたいと思っても情報量が多すぎて迷うことありませんか？このチャンネルでは実際に足を運んで体験したリアルな視点から観光や施設の魅力を丁寧にご紹介していきます。観光 PR や施設紹介、店舗紹介のご相談は概要欄のリンクからお気軽にどうぞ。それではこの後の店舗紹介もぜひ楽しみにしてください。さて、ここからは立川の立ち日に誕生しましたコモンズ立川立ち日のご紹介です。立ち日と言いますのは、立川の北口グリーンスプリングスのさらに奥にあるようなモノレールの駅。実際に移動する際は立川北駅からモノレールで向かうと良さそうです。有名な場所としましてはララポート立川立ちがありまして、そこでは東宝シネマズだったりとかララポートの数々のお店がありますので、行ったことがある方もいるかもしれません。そんな立ち日に2025年8月にグランドオープンしましたコモンズ立川立ち日。一度立ち寄ればお気に入りになる美味しいお店、初対面の友達や大人たちが自然と仲良くなるような広場、ペットも一緒に過ごせるような隔てない屋外のテーブル、パブリックとプライベートの境目がない誰もがふと立ち寄れるような心地の良い場所を目指し、場所も気持ちも共有し合う考えであるコモンズが名前になっています。近くにあるララポートではチェーン店系のお店が多いんですけども、コモンズ立川立ちには地元に密着したような注目の店舗があります。さて、そんなコモンズ立川立ちからご紹介していきますのはこちら、東京コーヒー立川。8月のグランドオープンに先駆けて7月にオープンしているお店です。コモンズ立川立ちの一角にあります東京コーヒー立川。木と土が穏やかに響き合う小さな美しい空間です。店内に入っていきますと、左手に乗りますのは土のカウンター。地層のように重ねられました半築風の壁が自然の時間をそのまま閉じ込めています。天板には木のぬくもりがあって、その上には赤いラ・マルコッツォのマシンが静かに佇んでいます。壁は淡い土色、天井は木の羽目板、照明は控えめで素材そのものの表情を照らすように配置されています。そして入り口入って右側には木のテーブルと多彩な椅子が並びます。アンティークチェアやスチール脚の椅子など、形や質感が少しずつ違うのに全体としては見事に調和しています。壁には丸い鏡、グリーンの鉢植え、そんな余白を大切にした配置が静かな呼吸のようなリズムを生み出しています。そんな過剰な演出も装飾もないような空間はとても居心地抜群。実際にこの日も私はパソコン作業をしながら少し長めに居座ってしまいました。また素材にこだわった様々なコーヒーだったりとかスイーツ系が目白押し。ぜひその味わいをかみしめながらその空間を楽しんでみてほしいです。このお店の美しさは素材と時間の関係性にあります。内装は地元の土を再利用して仕上げた壁、木造の柔らかな構造、そして光を吸うようなマットな質感。その全てが派手ではなくて正直な美しさを形にしています。コーヒーを飲む時間がただの休憩ではなくて、五感を整えるようなひとときに変わっていく、そんな空間を実現しています。またドリンクメニューも非常に豊富。コーヒーにこだわっていますので、コーヒー系のドリンクをぜひ注文してほしいですけれども、その他にはお茶系のメニューだったりとかフラッペもご提供、加えてアルコール類もありました。さらにコーヒーに関しましてはシングルオリジンのメニューも提供されていますので、コーヒー本来の味わいをじっくりと噛み締めることができます。さて、この日いただきましたのはこちら、焼きたてワッフルとカフェラテ。ラテに関しましてはやや深めの焙煎で抽出されたエスプレッソにきめ細かくスチームされたミルクが静かに注がれます。表面には繊細なラテアート。カップを近づけることで焙煎豆の香りの奥にカカオやナッツのようなほのかな甘い香りが漂います。口当たりはとても滑らかで、ミルクの柔らかさを感じつつ、そのエスプレッソの深みが楽しめます。
そしてそのペアリングとしていただきましたのはこちら、焼きたてワッフル。焼きたてならではの香ばしい匂いが皿を置いた瞬間にふわりと広がります。生地はやや厚め、外側はサクッと軽く、中はしっとり。表面にはきめ細かく粉砂糖が振られまして、格子の中にシロップがわずかに溜まり、中央の四角いバターが熱で少しずつ溶けていきます。そんな充実感たっぷりな味わいを楽しんでほしいです。続いてご紹介しますのは Q& スコーンコモンズ立川立飛店です。こちらは先ほどご紹介しました東京コーヒー立川の真向かいにありますお店。店内に入っていきますと、まず目に入りますのは柔らかなベージュの壁と木材の断面をそのまま見せた天井。そして白く緩やかな曲線を描くベンチです。おそらくこのベンチ自体も Q を表しているのかもしれません。機能的でありながら温度を感じるような洗練されたデザインです。打ちっぱなしのコンクリートの床に白く緩やかな曲線を描くこちらのベンチが置かれまして、その円の内側と外側に木の小テーブルが点在しています。まるで舞台装置のようなシンプルな構成。席に座ると空間全体を一望できまして、どこにいても明るく開かれた印象です。照明は天井から吊るされた電球タイプのスポット。光が壁面で柔らかく反射し、焼きたてのスコーンの香りをふんわりと包んでいきます。また店内は絵本も置かれていまして、どこの席も目が届くスペースになっていますので、特にお子さん連れの方にもお勧めできるようなそんな空間なのかもしれません。さて、お店の看板メニューは店名にもありますスコーン。カウンターの奥ではスタッフさんが丁寧に作業中。白を基調としたユニフォームとインテリアの色が揃って、ディスプレイには焼き色の美しいスコーンが整然と並んでいます。ここで焼かれますスコーンは北海道産の純生クリームを贅沢に使用し、バターは不使用。生クリームの油分と乳糖でしっかりとした口どけを実現し、小麦の香りが優しく立ち上ります。店内にはリベーク用のトースターも完備。もちろんご家庭でも同様のステップを踏んでいただきつつリベークすることができます。今回もスコーンを実際に注文して店内のトースターでリベークしていただくことにしました。飾りすぎず足しすぎない Q& スコーンの空間は、そんな素材の質感と光のリズムで完成された小さな建築。その中で楽しめるスコーンも素材の力をそのまま引き出すような一品になっていました。そしてこのお店の中ではドリンクの注文もすることができますので、このスコーンとペアリングしていただくのが良さそうです。結構空間自体がカジュアルになっていますので、例えばこちらのスコーンをテイクアウトしていただいて別の場所で楽しむのもいいかもしれません。いただいたドリンクに関しましてもテイクアウトのカップでいただいています。さて、この日に注文したスコーンは栗とチョコのスコーンという季節限定のメニュー。加えて紅茶スコーンです。まず栗とチョコのスコーンに関しましては、秋冬で登場する人気の組み合わせ。ゴロッとした栗とチョコチップがたっぷり。生地に溶け込むチョコの香ばしさと、リベークすればチョコは少しだけ溶けるようなそんな食感が魅力的でした。もう一つはアールグレーの茶葉が細かく混ぜ込まれた紅茶のスコーン。こちらも香り高で鼻を抜ける風味が抜群に美味しかったです。最後にご紹介しますのはマーラータンリトル立川店。こちらはコモンズ立川立飛のグランドオープンとともに誕生した注目のスポットです。まだあまり知られてないということで、コモンズ立川立飛自体はあまり人は多くないんですけれども、なぜかこのマーラータンリトルだけはとても人で溢れていました。店内はカウンター席とテーブル席を備え、テラス席も存在。ペットと一緒に訪問したい方向けにテラス席のみペット可という配慮もされています。さて、こちらでいただきますマーラータンとは、四川発祥のスパイシーでしびれのあるスープに野菜や肉、海鮮、キノコ類など好みの具材を入れて楽しむような鍋料理スタイル。最近だとチーパオマーラータンというお店が東京都内を中心に日本各地に誕生してるんですけれども、また少し違った食感で楽しめるようなそんな空間になっていました。メニューは非常にシンプル。食材 100g あたり440円の量り売り方式です。だいたい目安としましては1000円から1500円ぐらいになっていきますので、今回の量を参考に予算感と合わせて食べたいものを注文いただければと思います。さて、ご覧のように具材の種類は実に豊富。なんと30種類から50種類ともやれていまして、生野菜、根菜、葉物、キノコ、練り物、海鮮、肉類など多彩な素材から選ぶことができます。そして食材をボウルに入れた後はスープの辛さを0から3までの4段階で選ぶことができます。辛いのが苦手な方は0。まずは基本の辛さを楽しみたい方は1を選ぶのが良さそうです。麺の種類としましては春雨や刀削麺、加えて米粉麺もあります。
なので、いくつか混ぜていただくというのもおすすめな楽しみ方なのかもしれません。麺ごとでスープの吸い具合だったりとか食感の違いもありますので、そういった部分を楽しむこともできます。今回この量で1500円弱になっていたんですけれども、結構汁を吸っていたので、もう少し少なくとも良かったかもしれません。また、いつも楽しんでいるチーパオよりも少し味が濃いように感じまして、スパイシーさはまた違ったような食感になったかもしれません。とはいえ、様々な具材があっていろんな楽しみ方ができそうだったので、何回か訪れる中でご自身の好みを探していただければと思います。さて、今回の特集はここまで。アフタートークでは、今回もご紹介しています私も大好きな街、立川が徐々に住みたい街としての注目度も高めているようだったので、そのあたりを触れていければと思います。その前にまずはラップアップ。今回ご紹介しましたコモンズ立川だけではなくて、中盤でご紹介しました立川グリーンスプリングスもどんどん色を変えています。そんな北口を中心にますます魅力を高めています立川。特にその開放的な空間が魅力的だなと感じています。まさに今の季節は紅葉を楽しむこともできるかと思いますし、この後の季節はイルミネーションと楽しむこともできます。もちろん防寒対策も必須だとは思うんですけれども、最近は東京も暖かくなってきてますので、昔よりも気軽に楽しむことができるかもしれません。さて、ここからはアフタートーク。街の魅力、何が重要というテーマです。先ほどちょっと触れた通り、立川に関しましては、住みたい街ランキングの15位といった立川エリアとしては過去最高位を獲得するほど注目を集めています。個人的にも東京23区内よりもあまり人が多すぎず、ゆったりと楽しめるところが魅力に感じています。一方で街の中も様々な施設が充実していまして、正直足りないものがないぐらいだなと感じています。立川駅の周辺にはシネマシティ、シネマ2という映画館があるんですけども、本格的な映画を楽しみたい場合には、今回ご紹介した立ち日に足を運んで 4DX の東宝シネマズで楽しむこともできます。またスポーツ系の施設も充実していますので、運動不足解消のための工夫も様々できそうです。そんな魅力あふれる立川なんですけども、皆さんは街の魅力、何が重要だと感じていますか？個人的には本屋さんがあるのが重要だと思ってたりとか、あとはスポーツの習慣ができるところ、加えて車通りがあまり多くないところを重視しています。そんな安全面、傾向面を重視している私ですけども、皆さんもそれぞれ住みたい街のところの要素は違ってくるかと思いますので、ぜひコメント欄の方で教えてほしいです。また違った発見があれば、私の考え方としてもどんどん洗練されるのかなと感じています。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。